ここのポイントに注目をしてください。今こちらのスイングローですね、この安値を割る動きが出ましたので、このを割ったタイミングで決済するというものです。適宜決済して利益を確保しているはずなのになぜか月間とか四半期で見ると収支がマイナスになる、トントンになってしまうっていう方は、この部分利確が原因になっている可能性もあるので、はい、皆さんこんにちは。今回の動画のテーマは利益確定ポイントの目安と考え方。FX をはじめトレードではエントリー前に損切り位置と利益確定の目標を決めておくことが重要となりますが、利益確定の目安をどこにすべきかで悩んでいる方も多いかと思います。そこで今回の動画では相場の中でよく出やすい値幅を紹介するとともに、利益確定タイミングの3つの考え方を解説していきます。利確のタイミングや目安で悩むという方、いつもチキン利確になってしまうという方はぜひ参考にしてください。まずは相場の中で出やすい値として N 値、E 値、V 値の3つについて解説をしていきたいと思います。はじめに一番左の N 値から見ていきたいと思いますが、相場というのは一般的に N 字または逆 N 字を描いて進行するというふうに言われます。N 値というのは相場の中でこのような動きが発生したときに、この A 地点から B 地点までの高さと C 地点から D 地点までの高さが等しくなる値のこと。つまりこの図でいう C 地点から D 地点までの高さのことを N 値というふうに呼びます。続いて E 値なんですが、E 値というのはこの A 地点から B 地点までの距離を等倍スライドさせた点のことを言います。この図で言うと B 地点から E 地点までの距離のことを E 値というふうに呼びます。最後3つ目の V 値なんですが、V 値というのは同じような動きが発生したときに、今度は B 地点から C 地点までの距離を反対側に等倍にスライドした地点。この図で言うと B 地点から E 地点までの距離のことを V 値というふうに呼びます。この C 地点というのは、このように上昇が発生した後の押し目というふうに見ることができるわけなんですが、その押し目の形成の時の深さと、この高値ですね。この直近の高値に該当する B 地点を超えた後の値幅が等しくなる傾向があるという考え方が V 値です。それではこれら3つの値について実際にチャートの例を使って見ていきたいと思います。はい。まずは N 値から確認していきましょう。チャートは2024年2月のドル円の4時間足を表示しています。この赤の縦線のところが2月のスタートポイントです。この2月に入ってですね、直近の高値を超える動きが出てますので、この動きに対して N 値を確認していきたいと思います。N 値をチャートに簡単に表示するには、トレーディングビューを使っている場合はですね、フィボナッチエクステンションというツールを選択します。はい。そして先ほどの N 値の図を思い出してもらいたいんですけども、まずは A 地点に該当するポイントをクリックします。そしてその次に B 地点をクリックして、その後ですね、C 地点に該当するところまでこのようにドラッグをしていきます。そしてその時に表示されるこの1の水準ですね。ここが N 値ということになります。このドル円のチャートを見るとですね、2月に入って直近の高値をブレイクした後に N 値を達成して、その後はレンジ相場に突入しているということがわかると思います。続いて E 値を見ていきたいと思います。チャートは2022年9月のユーロドルの日足を表示しています。ここに赤の点線で示したようなレンジ相場が形成されているということがわかると思います。で、E 値の使い方なんですが、先ほどの N 値と同様にですね、高値を更新した動き、ちょうどここの部分の動きになりますけども、今回の場合はこの高値を更新した動きというのが、このレンジをブレイクした動きにもなっているわけです。E 値をチャートに表示するには、今度はフィボナッチリトレースメントのツールを選択します。このように、高値を更新した動きに対してフィボナッチリトレースメントを当てて、その時に表示されるこの2の水準が E 値ということになります。はい、このフィボナッチの水準はですね、ダブルクリックすると、このように数値を設定することができますので、ここで2と設定したものが、このチャートに表示されるという形になっています。はい、で、チャートの動き見てみると、ちょうどこの2の水準で一度反落しているということがわかると思います。ですので、先ほどの N 値と同様に、このように高値をブレイクして押し目買いを狙うという場合ですね、その値幅の目安として、この E 値までを狙うというのが一つ目の使い方です。次に2つ目の使い方なんですが、実は E 値というのはレンジ相場と非常に相性がいいということができます。どういうことかというと、レンジ相場というのはブレイクされた時にそのレンジの幅の分だけ動きやすいという特徴があります。ですのでレンジがブレイクされた時にどこまで動く可能性があるかということを見定めるために E 値を使うというものです。はい。例えば今の場合を例にすると、この赤の点線で囲った部分がレンジ相場になってますので、このレンジの幅のところに対してまずはフィボナッチを引きます。そうするとこのフィボナッチの 2.0 のポイントが E 値、つまりこの赤のレンジ幅を上に等倍スライドさせたポイントということになりますので、この2のポイントが E 値ということになります。そしてチャートの動き見ると、ちょうどこの2のラインのところで反落しているということがわかります。続いてレンジがブレイクされた後の動きを見ていきたいと思いますが、ここにも小さなレンジができているということがわかると思います。
はい、どういうレンジかというと、こういう今紫のラインで表示したレンジですね。そしてこの紫のレンジも上にブレイクされてますので、同様にですね、このレンジ幅に対していい位置を計算してみると、同じようにですね、この2のレベルのところで反落しているということがわかります。そしてここにもレンジができているということがわかると思います。このようなレンジですね。このレンジも上にブレイクされてますので、同様にいい位置を計算してみると、やはりですね、このレンジの当倍水準、いい位置のところで、再び大きな反落が発生しているということがわかります。このようにですね、レンジをブレイクした後は、そのレンジ幅だけ当倍に動きやすいという性質がありますので、レンジをブレイクした後の押し目買い戻り売りの値幅の目安としていい位置を活用するというのが使い方の一つです。最後 V 値について見ていきたいと思います。V 値をチャートに表示する際には、このフィボナッチリトレースメントの設定のところでですね、このようにマイナス1というふうに入力をします。はい。そしてその上で押し目を形成している部分に対してフィボナッチを引きます。今回は直近の高値を更新したここの部分ですね。ここの部分の押し目にこのようにフィボナッチを引いて、ちょうどマイナス1のところに該当するところですね。ここの水準が V1 となります。今回はちょうどピタリとですね、この V1 のところで反応しているということがわかります。この押し目の形成で作った幅と、この高値をブレイクした後の値幅が同じということですね。V 値に関してはこのように高値ブレイクや安値ブレイクのブレイクアウトのエントリーの際に狙う値幅を計算する際の目安として活用することができます。今回紹介した N 値、E 値、V 値の3つなんですけども、もちろん狙う先にレジスタンスラインであるとかサポートラインが控えているとそこで止まってしまうという可能性も十分ありますので、あくまで環境認識を踏まえた上でこのようなよく出やすい値幅を利益確定の目安として使うということになります。今回紹介した3つともにですね、押し目買いや戻り売りの時の値幅の目安として活用することができます。トレンドが伸びた場合のよく出る値幅としてもう一つ押さえておきたいのがフィボナッチです。フィボナッチは押し目戻り目の水準として意識されるのはもちろんですが、相場が大きく伸びる場合の伸び先の水準としても意識されます。特に 1.618、2.618、4.236 の3つは相場が大きく動いた場合の目安としてよく出る値幅の水準なので意識しておくのがいいです。これら3つの数字はすべてフィボナッチ比率と呼ばれる数字ですが、これらには 1.618 を2乗すると 2.618、1.618 と 2.618 をかけると 4.236 という非常に不思議な関係もあります。ではこれらフィボナッチ比率が実際のチャートで現れる例を見ていきたいと思います。こちらのチャートはドル円の冷やし、2023年1月以降のデータを表示しています。この赤の平行線で囲ったところ、レンジ相場を形成していた場面ですが、このレンジをブレイクしてから押し目を形成して大きく相場が動いたところに該当します。このレンジをブレイクした動きに対してフィボナッチを当ててみると、このようにちょうど 1.618 の水準で大きく下落していることがわかります。フィボナッチの 1.618 は相場が大きく動いた時の到達点の一つの目安というふうにお伝えをしましたが、このようにトレンドが大きく伸びた場面では、トレンドの初期から参加している買い手勢力の利益確定も入りやすい水準というふうに見ることもできますので、このような水準を利益確定の目安として考えることもできます。続いてはユーロドルの4時間足、2023年10月以降の場面です。この赤の丸で示したところが当時の戻り高値だったんですが、この戻り高値をブレイクした後に下降トレンドから上昇トレンドに転換した場面です。この戻り高値をブレイクしたここの部分の動きに対してフィボナッチを当ててみると、このようにフィボナッチの 2.618 の水準に到達して大きく下落しているということがわかります。続いてもユーロドルです。2024年2月以降のデータを表示しています。この赤の縦線を引いたところを起点に上昇トレンドに転換していることがわかります。このトレンド転換の起点となったここの反発の動きに対してフィボナッチを当てると、今度はこのフィボナッチの 4.236 のところに到達して大きく反落し始めているということがわかります。フィボナッチの 1.618、2.618、4.236 という3つの数値を紹介してきましたけども、特に 1.618 と 2.618 は品質です。4.236 に関してはトレンドがかなり伸びた場合なので、これら2つに比べると頻度は減りますが、頭の片隅に入れておくといいと思います。このように色々とフィボナッチを引くとですね、トレンドが伸びた場合の到達地点の傾向が見えてくると思いますので、ぜひ皆さんでも検証してみてください。それではここからは利益確定タイミングの考え方として3つの考え方を紹介していきたいと思います。まず1つ目は動画の前半で紹介した N 値、E 値、V 値、またはフィボナッチのレベル到達で決済というものです。これはエントリーをするときに N 値、E 値、V 値などの値幅やフィボナッチの水準をもとにあらかじめ利益確定のターゲットを決めておき、実際に価格がそこに到達したら決済するというものです。
例えばこちらは先ほども紹介した2022年9月のユーロドルの冷やしチャートですが、この赤の平行線で示したレンジをブレイクしてきたということで、押してきたところからロングを狙ったトレードをするというふうに仮定したいと思います。で、今回このレンジ幅に対する E 値までを利益確定の目安として狙いたいというふうにしたとします。この E 値のところに目安として水平線を引いておきたいと思います。で、エントリーなんですけども、このレンジをブレイクした後に押してきたところですね、例えばこの辺りで今回は入ったというふうに仮定したいと思います。で、損切り位置はこの直近の安値の下に置いて、で、利益確定の目安をこの E 値のポイントですね、ここまでに置いたとします。で、そうすると今回ちょうどリスクリアド 2.0 ぐらいになってますので、この損失幅に対して許容損失額を設定してロットを定義します。はい。そしてその後相場が動いて狙っていた値幅に到達したら決済するというものです。この方法は一番シンプルですし、元々のプランに対して忠実にかつ機械的にできる点がメリットでしょう。デメリットは特に相場が大きく伸びる時にありがちなんですが、決済した後にさらに大きく伸びる場合にはその分を取り逃がすということになります。で、今回の場合に関しても先ほど見たように、さらに伸びていく結果となりますので、このような場合にはさらに伸びていった分の利益を取り逃すということになります。続いて2つ目の考え方なんですが、ダウ理論をベースに決済するというものです。どういうことかというと、ダウ理論をベースにしてトレンドが終了したタイミング、もしくはトレンドが転換したタイミングで利益確定を行うというものです。例えばこの真ん中の図なんですが、このポイントでエントリーをしたとします。そしてその後高値と安値をこのように切り上げ続ける上昇トレンドが発生します。この上昇トレンドが発生し続けている間はホールドをし続けて、今回の例で言うとここの赤のラインですね。ここがちょうど最後の高値更新の起点となった安値、押し安値と呼ばれる安値ですので、ここの安値を割った時点でこの手前の上昇トレンドが終了したことになりますので、この押し安値を割ったタイミングで決済するというものです。ではこの考え方についてもチャートを使って解説していきたいと思います。先ほどと同じユーロドルの冷やしチャートを表示しています。で、今回はスイングハイローをベースにトレンドを追っかけていきたいと思いますので、スイングハイローを表示するインジケーターを設定したいと思います。このインジケーターは僕が公開しているものですので、概要欄にリンクを貼っておきます。使ってみてください。先ほどと同様にこのポイントでエントリーして、損切り位置も同じ位置に設定したとします。で、今回例えば当初の利益確定の目安ポイントとして、このレンジ幅に対する E 値を目安として設定していたとします。ただ E 値達成したんですけども、現在はこのように日足で上昇トレンドが発生している状態になっていますので、このトレンドに沿ってもう少しホールドしてみようというふうに考えたとします。この後の動きを見ていきましょう。はい。まだこのような上昇トレンドが続いている状態ですので、引き続きこの後の動きを見ていきましょう。はい。ここのポイントに注目をしてください。今こちらのスイングローですね。ここが押し安値に該当しますが、この安値を割る動きが出ましたので、一旦ここまでの上昇トレンドは終了です。で、この後どうなるか、可能性は3つあります。まず1つ目が下降トレンドに転換していくというもの。で、2つ目がこのまま横ばいのレンジ相場に突入するというもの。それから3つ目が再び上昇トレンドに転じていくというものです。で、もちろんどれになるかは誰にもわからないんですが、一旦上昇トレンドが終わったという事実を踏まえて、この後下降トレンドやレンジに入っていくという可能性を考えて、この押し安値を割ったタイミングで決済するというものです。つまり決済のポイントがこの押し安値を割ったタイミングになりますので、はい、ここで決済するというふうに考えると、先ほどの一つ目の例よりは大きな値幅を取れたことになります。で、この後の動きをさらに見ていくと、はい、今回はさらに高値を更新していったということになりますので、そこの部分の動きは取り逃がしたことになります。はい。で、今回は日足だけを使ってダウ理論をベースに判断していきましたが、このように上位足を基準に判断してもいいですし、下位足で同じように考えてもいいと思います。今回はダウ理論を使って特に押し安値をベースに決済のタイミングの判断をしたわけですが、この方法のメリットとしてはトレンドに沿って利益を伸ばし続けることができる点、押し安値を使うことで機械的に判断できるので一貫性を保ちやすいという点が挙げられます。はい。で、一方のデメリットとしては直近の高値から押し安値までの距離がある場合ですね。押し安値を割るまで待つことで逆に押し安値以降の値幅を失うことになります。はい。例えばこのような値動きが発生していて、この直近の高値と押し安値の距離がある場合ですね。例えばこういったところから急落が発生してですね、一気に押し安値を割ってくるような場合には、ここの押し安値以降の値幅を失うことになりますので、そういったリスクははらんでいるということになります。はい。ただ頭と尻尾はくれてやれという相場格言もありますので、その点は気にしすぎても仕方ないかなというところだと思います。はい。今回紹介する3つの方法では、この2つ目の考え方については、今回紹介する3つの方法の中で、できるだけポジションをホールドして利益を伸ばすというポジティブな可能性と、早く決済しすぎたり、決済が遅すぎたりすることで利益を取りこぼすというネガティブな可能性、この2つのバランスが最も取れているものかと思います。
はい。それから最後の3つ目がプライスアクションで判断するというものです。これも2つ目のダウ理論で判断するというものに似てるものではありますが、こちらはエントリー前にあらかじめ利益確定の目標水準は決めておくんだけれども、相場の進展に応じてプライスアクションを見ながら適宜判断していくというものです。例えば、ローソク足のパターンであったり、レンジ相場を形成した後のブレイク、もしくはダブルトップや3ゾンなどのチャートパターンを見ながら判断していくというものになります。例えばこちらは先ほどフィボナッチの説明のところで紹介したユーロドルの1時間足、2024年2月のチャートですが、このフィボナッチの 4.236 の水準に到達した後のローソク足の動きに注目してください。ここで大きな陰線が発生しています。この陰線は手前の陽線を包み込む形になっていて、包み足と呼ばれるものですけれども、このローソク足の形はトレンド転換を示唆するものとして知られています。このようなフィボナッチでよく意識されるレベルで出たローソク足の動きを元に判断するというように、価格帯とその価格帯でどのような値動きが発生したかというように複数の要素を持って判断して決済するというものです。この方法のメリットは値動きを見ながら利益を最大限伸ばしていくことができるという点にあります。一方のデメリットは複数の要素を見ながら値動きを見て判断するという裁量余地が大きいですので、今回紹介した3つの方法の中では一番難しいものとなります。ただ難しいということはその分攻略できた場合のリターンが大きいということなので、大きな利益に結びつく可能性も最も大きいものということができるでしょう。それでは最後に部分利確の注意点についてお話をしていきたいと思います。部分利確というのは注意して使わないと長期的に見て資金を増やすトレードにならない可能性もあるので、その点を意識する必要があるというお話です。どういうことかというと、こちらの表を見てください。はい。例えばここに勝率 40%、リスクリワード2を目標としてトレードしている人がいたとします。この計画に基づいて一定回数のトレードを行い、部分利確を行った場合とそうでない場合とで結果にどのような差が現れるかを見ていきたいと思います。で、今回は概念を説明するのが目的ですので、毎回のトレードの損失幅と利益幅を同一にこのように設定したいと思います。毎回のトレードの損失幅、つまり損切り値ですね。ここを100ピップス。で、それに対して利益幅が毎回リスクリワード2を狙うことになりますので、200ピップスを狙うというものです。で、この損失幅100ピップスに対して許容損失額は1万円というふうに設定します。つまり毎回1万円できっかり損切りを行っていくということです。はい。そして得られる期待利益なんですが、リスクリワード2ですから2万円ということになります。そして5回トレードを繰り返して結果がこのようになったとします。2回勝って3回負けですので勝率は 40% です。はい。まず利益の方を見ていくと、勝った時は2万円の利益で2回勝っていますから4万円。で、損失はというと3回負けていますが、毎回のトレードでの損失は1万円に固定されてますので、損失額は3万円ということで、5回のトレードを繰り返して利益が1万円出ている状態です。一方で部分利確を行ったケースについて見ていきたいと思うんですが、今回は2つの勝ちトレード両方で部分利確を行ったというふうに仮定します。で、その部分利確の条件として RR1 のところに到達したら半分利確というものです。はい。つまり今回は毎回のトレードで損失幅を100ピップスにしていますので、含み益が100ピップス乗ってきたところで、ポジションの半分を決済するというものです。はい。そして残りのポジションに関しては予定通りリスクリワード2のところで決済するという条件とします。はい。そうするとどうなるかというと、もともと100ピップスの損失幅に対して1万円のリスクを張っていることになりますので、100ピップスの含み益が乗った段階で半分決済するということは、この時に得られる利益は5000円ということになります。で、残り半分のポジションに関しては、元々の計画通りリスクリワード2まで引っ張るということになりますので、元々張っていたリスク1万円の半分のリスクリワード2ですから、残り半分のポジションをリスクリワード2の水準で決済した時の利益は1万円ということになります。つまり、ポジションすべて決済した時の利益は5000円プラス1万円で1万5000円ということになります。はい。で、元々は許容損失1万円をリスク金額として設定することになりますので、このリスク金額に対して実際に得られた利益1万5000円ということで、リスクリワードは 1.5 ということになります。で、今回は2回の勝ちトレード両方で同じ条件で部分利確をしたというふうに仮定すると、5回のトレード終了して得られた利益は1万5000円が2回で3万円です。で、一方で残りの3回の負けトレードに関しては、毎回きっかり1万円で損失を確定することになりますので、3回の負けで損失額は3万円ということには変わりありません。はい、3万円の損失と3万円の利益ですから、差し引きで収支は0ということになります。つまり、トントンになっているということです。トントンになっているということで、元々の計画通りにトレードを実行していた時に得られる想定だった利益よりも利益が減っているということになります。
はい。で、今回は5回のトレードセットでの例を解説していますが、同じように10回、15回、20回とトレードを繰り返し、同じ条件で部分利確を繰り返していくと、この利益というのはどんどんマイナスになっていくことになります。で、もちろんですね、勝率が70%とか80%のような高い方は、部分利確というのはそれほど大きなマイナス影響を与えないので、それほど懸念するものではないんですが、勝率がそれほど高くなくて、リスクリワードもそれほど高くない方は、この勝率とリスクリワードのバランスを見ながら部分利確を使わないと、長期的に見たときに実は資金を増やすトレードになっていないということにもなり得ますので注意が必要です。では部分利確を行ってもいいかどうかの判断基準はというとこれになります。今回の例を元にするとこの数字が実現できている限りは利益を残すことができますので月中や四半期半期といった単位で見たときにその期間での成績が利益を出せるものになっているかどうかをモニターしていくということになります。で、その数値をモニターしていくためには毎回トレード記録をしっかりとつけてこうした数値についても追跡していく必要があるということになります。トレードノートに関しては僕が公開しているツールもありますので、概要欄に関連動画のリンクを貼っておきます。はい。ということで、部分利確というのは目の前のお金が手に入ったということで、儲かった気分になりやすいです。今日は1万円儲かった、5万円儲かった、10万円儲かった。人間であればですね、誰しもこういったことは嬉しいと思います。ただ今回説明したように、長期的に見てみると、資金を増やすトレードになっていないということにもなり得るので、注意して使う必要があります。適宜決済して利益を確保しているはずなのになぜか月間とか四半期で見ると収支がマイナスになる、トントンになってしまうっていう方は、この部分利確が原因になっている可能性もあるので、過去のトレードを振り返ってみるといいと思います。はい。ということで今回は相場の中でよく出やすい値幅について紹介するとともに、利益確定のタイミングの考え方について紹介してきましたが、今回紹介したよく出やすい値幅ですね。これを取り入れたトレード手法の動画も過去に投稿しています。またエントリーする前には損切り位置と利益確定の目安をあらかじめ設定することが重要ですが、損切りの考え方についてはこのテーマだけに特化した動画も公開しています。合わせて参考にしてみてください。最後になりますが、今回の動画参考になったという方は高評価をいただけると次回以降の動画作成の参考になります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。